皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師の夏木かりんです。今日は日本茶について勉強します。コーヒー、紅茶、中国茶ときて、ようやく日本茶にたどり着きましたね。皆さんは日本茶飲みますか？ペットボトルのお茶をよく買うよという人も多いのではないでしょうか。今日はこの日本茶の歴史について勉強します。日本におけるお茶の歴史は中国におけるお茶の歴史と比較すると面白いと思っています。皆さんは日本でお茶がいつから飲まれ出したかご存知でしょうか？お茶が中国から伝来した時期は平安時代初期と言われています。西暦805年、天台宗を開いた最澄が中国、当時の唐から帰国した際、お茶の種を日本に伝えたと言われています。そして比叡山の麓にこれを植え、栽培したと記録されています。日本ではお茶は1200年以上も前から飲まれていたのですね。当時、お茶は非常に貴重で、僧侶や貴族階級など限られた人々だけが飲むことができました。当時、飲まれていたお茶は平茶と呼ばれるものです。平茶は蒸した茶葉を粉末にし、仕上げの段階で餅のように固めたお茶で、飲む時に必要な分を切り取り、粉末にしてから煎じて飲むものでした。平茶は匂いが強いという欠点がありました。この匂いは日本人の好みに合わなかったようです。そのため当時、お茶は日本では普及することはなく、徐々に衰退していくことになります。一方、お茶を伝えた中国では、平茶は長く続いていくことになります。平茶は、かさばる茶葉を小さくまとめ、運搬に便利であったことから広く使われました。平茶は明の時代の14世紀、お茶の美味しさを損なっているとして乱茶禁止令が出されるまで利用されていました。それよりも随分前に日本では平茶は影を潜めていたのですね。鎌倉時代になると別のタイプのお茶が日本で普及します。鎌倉時代、お茶の普及を行ったのは栄西でした。栄西は臨済宗の開祖として知られる人で、お茶についても優れた功績を残しています。平安時代、平茶の衰退とともに、一度は日本の喫茶文化は廃れました。日本でお茶の習慣を再度広めた人、それが栄西でした。日本で初めてお茶の専門書である喫茶養生記を1211年に記しました。栄西はお茶を薬であるとし、その効能を記しています。特にお酒に効くとし、第3代将軍源実朝に献上したことで武士たちの生活にもお茶が広まりました。平安時代に浸透しなかったお茶は鎌倉時代、薬として少しずつ浸透していったのですね。お茶は一服という数え方をします。一服とは本来薬を数える数え方ですが、もともとお茶が薬として利用されていた歴史がある。それが理由だったんですね。また、お茶が当時広まったのは禅との関係もあるようです。栄西の開いた臨済宗は禅宗の一宗派で厳しい修行を行うことで知られています。茶葉に含まれるカフェインには覚醒効果があり、頭をすっきりさせます。厳しい修行にも耐えられるとして寺院で重宝しました。そのため臨済宗の修行の一環として喫茶が組み込まれています。お茶の栽培は当時寺院を中心に広まったのですが、こうした理由があったのですね。鎌倉時代、禅は武士の精神的支柱として武家社会に広まりました。禅は自らの鍛錬によって心を鍛えるという教えであり、質実剛健の精神を持つ武士たちに支持されました。また、源頼朝の死後、実権を握った北条家が厚く禅宗に帰依したことも鎌倉時代、禅が広まった要因の一つでした。北条家は宋から禅僧を招いて寺院を建立するなど禅宗を保護しました。鎌倉時代に浸透した禅、この禅の中に喫茶が取り込まれることで日本社会にお茶が浸透していったのですね。鎌倉時代、お茶が少しずつ広まっていきましたが、鎌倉時代のお茶で特筆すべきことはもう一つあります。それは天茶法という新しいお茶の飲み方が登場することです。栄西が宋からお茶を伝えた際、
そうで人気になっていたのが、天茶法でした。当時の中国では、それまでのお茶を煎じて飲むという手法に加え、お茶の粉にお湯を注いで飲むという手法が浸透していました。この手法が日本にも伝わり、鎌倉時代、日本の喫茶の手法として広まることになります。天茶法はその後、長く日本で続いていくことになります。さて、話を日本のお茶の歴史に戻したいと思います。臨済宗の開祖、栄西が13世紀にお茶を薬として導入し、平安時代に定着しなかった日本の喫茶文化が復活しました。その後、日本のお茶の歴史において重要なのは3つあると思っています。1つは、室町時代以降、宇治茶が特別な庇護を受けたこと、そしてもう1つは、千利休が茶の湯を一大文化に昇華させたこと、そして江戸時代、日本固有の煎茶が発明されたこと、この3点です。このうち、千利休にまつわる茶の湯については、次回、詳しく説明しようと思います。まずは、室町時代の宇治茶について、見ていきましょう。室町幕府の第3代将軍、足利義満は、宇治茶の栽培を庇護するため、宇治七名園と呼ばれる7つの指定茶園を作りました。これにより、宇治では一層、お茶の栽培が盛んになりました。1500年代後半の安土桃山時代になると、宇治のお茶園にだけ、追い下栽培という栽培方法が認められるようになります。追い下栽培は、藁やよしずで茶園を覆い、太陽光がお茶の木に当たらないようにした栽培方法で、被覆栽培とも呼ばれています。追い下栽培をすることで、茶葉の生産量は少なくなるものの、苦味成分であるカテキンが少なくなり、旨味成分であるテアニンが増えるという特徴があります。追い下栽培で作られた茶葉でできる代表的なお茶が天茶で、天茶を粉末にしたのが抹茶です。抹茶、登場しましたね。抹茶は中国では10世紀から日本でも13世紀頃から作られてきました。抹茶を生産するための追い下栽培は19世紀後半まで宇治地域にのみで認められた特権でした。400年もの間、抹茶生産を独占することで、宇治といえば抹茶、抹茶といえば宇治というイメージが形成されたのですね。ところで、抹茶発祥の地、中国では抹茶は今では廃れてしまいました。中国では明の時代、乱茶禁止令が出されたことで、平茶、これに加えて抹茶を丸めた乱茶を作ることができなくなりました。これにより、中国の抹茶文化は廃れることになりました。中国で生まれて日本に伝わった後、日本ではとても人気になって、今や世界に誇る抹茶に育っているのに、生まれの地、中国では廃れてしまったのですね。追い下栽培を行って日光を遮ることで生産するテアニンの多い茶葉、これが天茶です。そして天茶を粉末にしたのが抹茶でしたね。抹茶には大イカと呼ばれる特有の香りがします。焼き海苔の香りと言われることがあり、抹茶メーカーの中には自社製品の抹茶の特徴として、この海苔の香りがしっかり現れていると PR するものもあります。ちなみに脱線ついでに茶葉の日光を遮る追い下栽培についてもう少し詳しく説明します。追い下栽培で作られるお茶にはかぶせ茶、玉露、そして天茶があります。かぶせ茶は1から2週間ほどの短い期間、追い下栽培を行って作られるお茶です。追い下栽培をすると生産量が少なくなるというデメリットがありますが、生産量を維持しながら玉露のような甘みを出すことのできる、これがかぶせ茶です。そして玉露は聞いたことがあると思います。20日から1ヶ月ほど追い下栽培を行って作られるのが玉露です。玉露の茶葉にはテアニンがたくさん蓄えられ、芳醇な甘みとまろやかな旨味を持ったお茶になります。玉露はお茶の中でも最高級品で、煎茶の4倍ほどの金額になることもあります。そして天茶も20日ほど追い下栽培を行って作られます。天茶と玉露の被覆期間はほとんど同じですが、天茶には玉露のように茶葉を揉む揉捻という工程がありません。揉捻をすることで茶葉の組織を壊し、お湯を注いだ時、
細胞内の各種成分がお湯に進出しやすくなる効果があります。て茶は抹茶、つまり粉末にするために作られるお茶です。お茶の成分はすべて粉末として利用するため、わざわざ手間のかかる工程を行わないのかもしれません。こうして宇治で抹茶が安定的に生産されることによって茶の湯文化の土台が作られました。千利休をはじめとした奥深い茶の湯文化の発達については次回詳しく勉強したいと思います。その後、江戸時代になるとお茶の飲み方に革命が起こります。それまでのお茶の飲み方は中国によるお茶の伝来によりその都度影響を受けてきました。日本に初めてお茶が伝来した平安時代初期、お茶といえばお茶の葉を固めた平茶でしたね。この平茶から茶葉を細かく崩したり粉末状にしたものを煮出して飲む煎茶法という飲み方でした。煎じ薬のような利用法だったようです。その後、鎌倉時代に栄西が伝えた飲み方、それは中国の宋の時代人気になっていた飲み方でした。粉末のお茶を入れた器にお湯を注いで飲む方法でて茶法と呼ばれるものでした。現在茶道で飲む抹茶の飲み方がこれにあたります。江戸時代になるとお茶を入れて飲む現在日本で親しまれている煎茶の飲み方が中国から伝わりました。煎茶法と呼ばれるもので急須などに茶葉を入れここにお湯を注ぎ茶葉のエキスを抽出して飲む手法です。江戸時代の始まり、中国の宋、隠元が1654年に渡来し、様々な文化を伝えました。このうちの一つに、中国の煎茶法も伝えました。当時、中国の民で流行していた煎茶法は、釜入り製煎茶を利用していました。茶葉を釜で煎って作る煎茶で、作られたお茶は味わいが強く、日本の人からすると味が強すぎたようです。参考までに、お茶と料理の関係についても説明したいと思います。釜入り煎茶の特徴として、キレがあり、香りが立つことから油の多い料理には相性がいいとされています。中華料理は油をふんだんに使った料理で、料理との相性から釜入り製法が採用され、中国では定着していきました。一方、日本の料理には通常あまり油は使いません。そのため、釜入り茶は日本の料理と相性はあまり良くありませんでした。そこで考え出されたのが茶葉を蒸して作られるお茶です。1738年、京都宇治の農家、長谷宗園は隠元がもたらした煎茶法をもとに茶葉を煎るのではなく蒸気で蒸らす手法に改良しました。蒸し製煎茶の始まりです。宗園が目指したのは美しい緑色の煎茶を作ることでした。当時、飲まれていた抹茶は鮮やかな緑色をしていたものの、煎茶は緑色ではなく、茶色の飲み物でした。煎茶の製法として、成長した茶葉と新芽の茶葉を混ぜて利用していたことを知った宗園は、抹茶と同様、新芽のみを利用する方法に変えることにしました。新芽のみを利用したこと、それに蒸気を用いた加熱処理を取り入れることで、美しい緑色の煎茶を完成させることができました。日本の煎茶の原型が出来上がった瞬間です。現在、日本の荒茶生産量の 54% は煎茶と言われ、宗園の発明した蒸し製煎茶がいかに日本の食文化にマッチしていたかよくわかります。ちなみに、中国でも緑茶はたくさん作られています。前回の講義では、中国で出回る半数以上のお茶は緑茶だとお伝えしました。緑茶は茶葉を発酵させないお茶で、茶葉の収穫後、殺生という加熱処理を行います。中国の緑茶は主に、釜入り、熱風、日干し、この3種類の加熱処理を用いて作られます。日本のように、茶葉を水蒸気で加熱することで作られる緑茶は多くありません。蒸し製煎茶は日本オリジナルと言って良さそうです。中国から伝わった後、中国では断絶してしまった抹茶、そして日本オリジナルの蒸し製煎茶。現在、日本で飲まれているお茶には様々な歴史と由来があるのですね。ということで、今回は日本のお茶の歴史について勉強しました。初めて日本にお茶が渡来したのは平安初期
西暦805年でした。でも、当時は日本でお茶は浸透しませんでした。平茶という茶葉を固めたお茶は独特の匂いがあり、これが日本人には抵抗があったようです。続いて、お茶を普及させたのは、鎌倉時代、臨済宗を始めた栄西でした。栄西は禅の修行の中に喫茶を取り入れました。お茶は覚醒作用を持っていたことから、厳しい修行にも耐えられるとして重宝しました。また、栄西はお茶は薬であるとして伝えました。この時代、お茶が日本で普及した理由はいくつかありました。鎌倉幕府において、北条家が厚く禅宗に帰依したこと、そして質実剛健の武士たちの精神的支柱として禅が流行したこと、さらには禅にお茶が組み込まれたことでした。鎌倉時代のお茶の特徴は、茶葉を粉末状にしてお湯を注いで飲む天茶法でした。日本でのお茶の飲まれ方は、中国から渡来したそれぞれの流行のお茶に左右されていました。平安時代にもたらされたのは、お茶を煎じて飲む煎茶法でした。鎌倉時代には、当時、宋で流行っていた天茶法がもたらされました。この天茶法は長く日本で続き、江戸時代まで日本でお茶といえば、この天茶法を指しました。そして、天茶法は茶道として今でも続いています。その後、江戸時代になると、当時の明で流行していた延茶法が明の隠元によってもたらされました。鎌倉時代、抹茶が日本にもたらされると、抹茶の文化が日本で浸透することになります。室町時代には、宇治で抹茶の生産に独占権が与えられ、抹茶生産が安定しました。その後、安土桃山時代には千利休が現れ、茶の湯を大成させることになります。江戸時代になると、現在、日本で最も浸透しているお茶の飲み方である、煎茶が始まりました。中国からもたらされた釜入り製煎茶は、日本では味が強すぎたため、普及しませんでした。この釜入り製煎茶を改良し、蒸し製煎茶を開発したのが、1738年、長谷宗園でした。宗園は、美しい緑色の煎茶を目指し、新芽だけで作られる煎茶を始めました。私たちが普段、何気なく飲んでいる日本茶や抹茶。そこには長い歴史と様々なお茶の飲まれ方、種類がありました。全国には今回扱わなかった珍しい釜入り茶や玉緑茶を作る生産地もあります。ぜひ全国を旅行する際、こうしたお茶文化にも思いを馳せてみてください。きっと知らなかった日本の文化を知ることができますよ。今回もお疲れ様でした。次回もまたお会いしましょう。それではまた。